陸上自衛隊が年に一度披露する実弾による総合火力演習、通称総火演。この総火演で令和6年度開催時、印象深いアナウンスがありました。このように小型の UAV は飛行高度が上がるほど目視および超音による発見が難しく、現代戦艦強化においては常に敵から見られているということを前提とし、行動する着衣が必要です。ここ数年で戦場での優位性を示してきた小型 UAV、いわゆるドローンですが、敵も使う前提で考えるほど戦場ではもはや当たり前の存在となっています。今回は陸海空の中でも最もドローンを保有する陸上自衛隊がどのようなドローンを持っているのか、その役割から性能まで詳しく見ていきます。スカイレンジャーは敵の情報収集や監視、偵察を目的としたドローンです。陸上自衛隊では2018年から導入を進めており、近年の総火演でも味方の攻撃前に敵地の偵察などを実演していました。偵察ができるとはいえ、配備先は偵察部隊というわけではないようです。地理的な情報を扱う専門部隊のほか、即応機動連隊や水陸機動団など、いわゆる最前線の戦闘部隊も優先されています。これは防衛省でも UAV 教育用と名付けている通り、その運用は目の前の敵地など比較的近距離の情報収集を想定しているからです。秒単位で状況が変化する前線部隊が優れた偵察手段を持つということは、偵察員の人命リスク低減はもちろん、適切な作戦立案や装備能力の最大化にもつなげることができます。スカイレンジャーはカナダの企業が開発したものですが、実は世界30カ国以上の軍や警察が採用するほどベストセラーな偵察用ドローンです。なぜそんなにも人気なのか、その片鱗を少し見てみましょう。まずメインのズームカメラは、たとえ300メートル先のナンバープレートでも読み取れる解像度があると言われています。最大5キロ先の対象も捉えることができ、こうした長距離監視では相手が目視で気づくことはほぼ不可能です。またカメラは取り外しが可能で、任務に応じたカメラに付け替えることができます。例えば赤外線カメラでは、夜間監視はもちろん、熱感知や温度測定もできるので、物陰に隠れた人間も鮮明に映し出すことができます。こうした監視能力に加え、特に突出しているのが AI による処理能力です。映像は常に AI が処理し、人間や車などを判別するだけでなく、指定した対象の尾行、座標の共有など、戦場で重宝される機能が備わっています。またドローンといえば強風が弱点ですが、このスカイレンジャーの場合は AI による飛行制御で、歩くのも困難な暴風雨の中でも正確な飛行が可能です。操縦もタブレットで映像を見ながらできますが、画面上の地図にタップすれば、その場所まで自動飛行してくれる機能もあります。つまり、飛行環境に左右されず、操縦者の技量にも頼らないので、即戦力として現場に投入しやすいとも言われています。実はスカイレンジャーにはいくつかバージョンがあり、陸上自衛隊では R60 とその後継である R70 も採用しています。特に R70 は空飛ぶスーパーコンピューターと呼ばれていて、 AI による飛行制御や情報処理がパワーアップしたものです。また機体下部に最大2キロの荷物を吊るせるオスプレイモードも追加されました。これにより有事では偵察以外にも補給品の輸送、災害時は観測活動のほか支援物資の輸送など、幅広い活躍が期待される万能ドローンとなっています。スカイレンジャーが教育用なら、もっと広範囲を飛べる機体はどうでしょう。それがこのスキャンイーグル2です。防衛省では教育用の次に位置する中域用 UAV と名付けています。その航続距離は100キロ以上とも言われており、飛行時間も18時間と、朝から夜まで連続した情報収集をすることができます。もともとは災害時も使える情報収集用無人機として2013年にアメリカから試験導入していたもので、2019年から正式配備となりました。現在は
広大な作戦地域を担当する師団や旅団ごとの情報隊に配備され、災害派遣や有事での情報収集に備えています。この機体の特徴は大きく2つあります。1つはやはり偵察能力です。機体サイズは大きめのラジコン飛行機ほどで、最高高度も富士山より高い約6000メートルまで飛行できます。そのためこのサイズの機体がここまで上昇すると、肉眼で見つけることはほぼ不可能です。機種内部の各種センサーで昼夜問わず監視することができますが、その性能は夜間でも車両の種類が認識できるほど鮮明に映るといいます。他にも設定ルートの自動飛行や飛行中のルート変更にも対応しています。こういった点を踏まえれば、もはや人が乗る有人偵察機以上の能力ですが、有人機ほどの操縦技量がいらないのも利点の一つです。そして最大の特徴となっているのが、その運用方法です。離陸は滑走路からではなく、カタパルト台から射出する方式で、このカタパルト台もトラックで牽引することができます。では帰還時はどうするのかというと、巨大な弓のような装置でケーブルに翼を引っ掛けるというユニークな方法で回収します。このスカイフックという装置もトラックで牽引が可能です。機体重量も約26キロと7、8歳の子供程度しかないので、隊員が脇に抱えて運搬する姿もよく見られます。つまり滑走路も不要でトラックで容易に展開できるという運用能力も優れた偵察機なのです。唯一運用上の制限を挙げるとすれば、その展開場所には100メートル四方の平坦な土地が必要という点です。これはおよそ小学校の校庭ほどの広さですが、海外ではこれを逆手に取り、海軍艦艇に乗せて洋上監視などに活用している国もあります。それほどコスパが良く運用もしやすいことから、今では世界25カ国以上の陸海軍で採用されています。陸上自衛隊にとっては現在最も広範囲で最も長時間活動できる無人機なので、有事や災害派遣でも頼もしい存在となりそうです。市販されているホビー用のいわゆるトイドローンは災害用として使えないか。これを検証するために防衛省は2018年から様々な種類のトイドローンを試験運用していました。そして2018年9月、北海道胆振東部地震でその有用性が報告され、これを機に災害用小型ドローンの導入が本格的にスタートします。災害用ドローン2型という名で2019年から配備が始まったのが、フランスパロット社の小型ドローンアナフィーです。これは一般販売されているいわゆるトイドローンですが、その中でも性能はトップクラスです。実際に欧米の陸軍では短距離偵察用ドローンとして採用された実績もあるほどです。まず携帯性が優秀で、折りたたみ状態なら缶ジュースとほぼ同等、片手に収めることができます。飛行形態に広げてもその最大幅は24センチしかありません。コンパクトな機体ということは、それだけ細かい場所の捜索にも適しています。人やヘリが入りにくい木々で覆われた崖の下や障害物を縫うような捜索もすることができます。またトイドローンでは珍しく、カメラは上下180度回転ができるので、真下や真上の状況確認も容易に行えます。最大 2.8 倍ズーム 4K 映像にも対応しており、怪我の状況や顔色の悪さを判別するには十分な性能です。難点を挙げるとすれば、夜間と雨の中では飛ばせないことでした。しかし実用的な性能に加え、トイドローンならではの低価格も評価されたことで正式採用となりました。防衛省としては、いつどこで起きるかわからない災害に対して、とにかく全国の一般部隊に行き渡る数を揃えたかったため、採用からたった1年で一気に400機近い配備を実現しました。現在はアナフィーの派生型も積極的に採用して、その数をさらに増やしています。赤外線カメラで人物や火災の熱源を探知できるアナフィーサーマルや、映像を 3D モデルに起こして立体的な情報処理ができるアナフィーウォークの運用も確認されています。
こうしたアナフィシリーズの教育や導入のおかげで、ドローンを扱える部隊は急激に増えました。もちろん災害用だけでなく、有事を想定した偵察用としても活用しています。まさに陸上自衛隊の新たな顔となるドローンになりそうです。アナフィの採用から2年後、2021年になると、災害用ドローン2型改という新たな災害用ドローンが登場します。それがアナフィの改良版であるアナフィ USA です。その名の通りアメリカ仕様のアナフィですが、何がアメリカ仕様かというと、なんと耐久性や通信セキュリティを軍用レベルにカスタマイズした米軍仕様のアナフィなのです。つまり事実上の軍用ドローンということになりますが、実は高性能なドローンとして一般販売もされています。そのため米軍以外にも世界各国の政府機関で採用されていたり、民間企業で専門的な検査用ドローンとしても活躍しています。幅広い用途に応えるだけあって、その性能は以前のアナフィからかなり進化しています。まず防水機能の追加により、急な悪天候でも対応できる全天候対応ドローンになりました。また飛行時間もアップしただけでなく、プロペラを形状変更したことで静粛性なども向上させています。カメラも1つだったのが3つになり、2キロ先の対象も鮮明に捉える32倍ズームカメラや、熱源を映し出す赤外線カメラも標準搭載されています。また軍用ドローンでは当たり前になっている機能、GPS に頼らない指定ルートの自動飛行も可能になっています。市販品とはいえ、さすがは事実上の軍用ドローンといったところです。もちろん陸上自衛隊でも有事での活用を視野に入れており、実際に一般部隊や空挺団などでもアナフィ USA で偵察している姿が公開されています。このことから他のアナフィシリーズとハイローミックスな配備体制ですが、やはり高性能なだけに価格が高価なので調達数は限定的です。ですが毎年確実に数を増やしているので、後々はこちらがメインになるのかもしれませんね。防衛省ではこうしたドローンを全国の部隊に行き渡らせ、災害だけでなく有事でもドローンを使える体制基盤を作っているところです。また同時にデータ漏洩など機密上の観点から機体は国産を目指しているのも方針の一つです。実はフランス製のアナフィについては陸上自衛隊に配備された当初、国産だと発表されていました。どういうことかというと、部品製造もしくは組み立ては日本国内で行っているという意味らしく、ライセンス生産のような体制がすでにこの分野でもできているようです。輸入に頼らないということはデータ漏洩だけでなく、有事の際の部品調達など将来的なリスク管理にもつながります。採用1年での大規模配備ももしかしたら輸入に頼らず国内生産した結果なのかもしれませんね。いかがでしたか？今回は海外で開発されたものがメインでしたが、続きの後編では日本企業が開発した国産ドローンにも触れていきます。また現在陸上自衛隊が試験運用している新たな次世代無人機についても解説します。皆さんの意見や感想もぜひコメント欄で聞かせてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。